ですね。兵員の移動、兵糧の輸送、すべてチョークを使えば、陸路行くよりも10分の1の速さで移動できますから。でも、それは曹操さんも同じだよね。そうです。陸路は私たちが行っていた小規模奇襲のおかげで、現在装備の補給路はもっぱらチョークを使ったものになっています。さすが曹操と言うべきか。しかし、先の動きが読めないな。曹操はどう動く？広陵から大きく動いていない以上、先のことはまだわからんな。ならしばらく待機かな。そうね。作戦が決まるまでは、おとなしくしておくしかないでしょう。相手はあの曹操だ。下手に動いて出足をくじかれては、工事に関わる。待機か。つまらん。納金。よし、その喧嘩勝った。アホ！暇つぶしに喧嘩をするな、バカ者ども。タンポポも時と場合をわきまえろ。はーい。それより呉の連中はどうしたんだよ。軍議の席だってのに姿を現さないじゃないか。そういえばそうなのだな。お兄ちゃん、何か知ってる？お気楽だな。何が始まらないって？お気楽ね。あら、私にまでってことは他の誰かにも言われてたの？はじめまして、孫作さん。私の名前は劉備、あざ名は玄徳って言います。よろしくお願いしますね。どうかされました？いやいや、若いなーって。元気いっぱいすぎて思わずのけぞっちゃったわ。私は孫作、あざ名は白虎。よろしくね、劉備。はい。そうだな。五色同盟成立だ。五色だ。どっちでもいいよ、そんなの。私より周囲の方が詳しいわよ。ってわけでお願いね、メーリン。はあ、面倒なのね。まあいいわ。では、今の状況を蜀のメンツに説明しよう。よろしくお願いします。ああ。現在、曹魏の軍勢は広陵にとどまり、態勢を整えている。しかしそれもあと少しだろう。兵員、兵糧、進軍に必要な物資がしきりと搬送されている。その搬送規模はかなり大きう。ってことは、部隊が大規模に動くってことか。そういうことだ。そこで問題になってくるのが、曹魏がどう動くかだが。
先の戦いによって、私たち蜀と孫作さんたち5が手を組んだことは、葬儀の陣営に間違いなく伝わっているでしょう。そして、私たち蜀の軍勢が、すでに5と合流したことも曹操さんは知っているはずです。曹操さんならきっと知ってるだろうね。あのちびっこは抜け目がないのだ。そうですね。おそらく今この時の軍議もどこかで聞き耳を立てている人がいると思います。やり手といえばやり手だけど、なんか怖いな。戦の勝敗は剣と剣の戦い、知恵と知恵の戦いだけでつくものではないですからね。ま、真理よね、それ。しかし、我らの艦長はどうなっているんだ？残念ながら。一歩出遅れちゃってるね。潜入はできるのですが、我が軍の石膏は一人も帰ってきてないのが現状です。それなら大丈夫だ。我が軍には優秀な将がいるからな。周隊！呼ばれれば飛び出す。それが私です。何言ってるの、ご主人様。へえ、こんなちっこいのが優秀な将なんだ。小さい方がいいのです。大きければいいという問題ではありません。おっぱいも身長もです。どうしなのだ。同志です。同志です。情報収集に長けていてな。すでに葬儀の動きを掴んでいる。すごい。すごいでしょう。で、曹操の動きはどう？葬儀の軍勢はまだ荒涼にとどまっていますが、近くの軍港にはすでに多数の船を用意しているようです。船？陸路を捨て長江を使うのか？おそらく。まあ考えられることだろうな。大部隊の移動で一番厄介なのは、間断なく小部隊にちょっかいかけられることだし。いちいち反応するのも疲れるが、放置するのもうざいということか。まあそういうことでしょうね。しかし船を使うとなると、予定していた戦地を変更しなくてはいけませんね。周遊さん、葬儀の軍勢が長江を下ってきた際に決戦できそうな場所はありますか？石壁だな。ならばそこを予定戦場としましょう。賛成だ。